ET の話続けます。ET は、こいつですね。口の悪いですね、僕の友達は ET のことをですね、洋式便器っていうふうに言ってたんですけどもですね、心ないやつですよね。日本人がね、1982年のクリスマスぐらい、本当に憧れてですね、可愛い可愛いと言ってですね、いろんな商品買ったのにですね、ET はですね、公開当時の日本でもですね、かなり商品がいっぱい発売されました。今ではもう信じられないんですよ。やっぱりね、そんな可愛くないからなんですよね。ところが映画を見た直後はみんなスピルバーグの魔法にかかってるんですよ。だから ET は可愛いというふうに思い込まされてるんですよね。しかしですね、今回ですね、公開から38年も経ったんですよね。1982年の映画だから38年も経った今ですね、もうとっくにやっぱその公開当時の魔法は解けて、で、今回の金曜ロードショーでもですね、ツイッターを見てたら、思ったよりも何倍も気持ち悪いとかですね、もっとシンプルに無理っていう書き込みがあってですね、そういうふうに言われるようになっちゃったわけです。で、実はですね、思ったよりも、可愛くないとか不気味だとか無理っていう方が正しいんですよ。ET をデザインするとき、この宇宙人の姿形をデザインするときのスピルバーグの注文はですね、母親しか愛せない醜い生き物を作ってくれだったんですね。ただし、目だけは知性を持たせてくれと。だから目はアルバート・アインシュタインの目だとかヘミングウェイの目だとかですね、スピルバーグいろいろ注文つけたんですけど、でも全体の形はですね、もう母親でないと好きになってくれないような、そんな醜い生物にしてくれっていうふうに言ったんですね。で、ET はですね、全体で115分っていうですね、尺の中で、徐々に一番最初見た観客がやっぱ映画館の中で、うわ、気持ち悪いと思った観客が、だんだんその姿を受け入れられると。そういう構造でできています。で、この ET をそんなに醜くしてるっていうのはですね、やっぱスティーブン・スピルバーグの自画像っていうかですね、彼自身が自分のことをそう思ってるんですね。子供の頃のスピルバーグは髪の毛がもじゃもじゃで、もうチビで、ひょろひょろガリガリでですね、もうこれってやっぱり、そのひょろひょろガリガリでチビっていうのはアメリカ人にとって徹底的な、子供時代にとってハンディキャップなんですよね。で、ユダヤ人丸出しの鍵花だったと。で、僕には一生彼女なんかできないというふうにですね、スピルバーグは思ったというふうにインタビューで言ってます。で、確かにそうなんですよね。スピルバーグより後輩のですね、ロバート・ゼメキスとか、あと同年代のジョン・ミリアスにしても誰にしてもですね、映画監督ってみんな大学時代に彼女を作って結婚してるんですよ。または20代でなんか映画女優と適当にうまくいって結婚してるんですね。で、ジョージ・ルーカスでさえ、大学時代にですね、ちゃんと彼女を見つけて結婚してるんですけどもですね、で、スピルバーグ自身はウォルト・ディズニーにすごい憧れてたんですけど、ウォルト・ディズニーってもう子供の頃からイケメンで、小学校の頃には彼のファンクラブがあったというぐらいですね、顔が良かったんですね。だから、ウォルト・ディズニーっていうのは自分の見た目の魅力にですね、すごい自信があったので、ああいうプレゼンテーションが積極的にできたんですけど、やっぱりスピルバーグは違うわけですね。で、スティーブン・スピルバーグというのは確かに映画業界で人気者なんですけど、それは彼が売れる映画っていうのをいつも作り続けるから、なんとか彼の話を聞いてくれるんですけども、売れる映画を作れなくなった瞬間に、また小学校、中学校時代の地獄みたいな環境に戻るに違いないと。それがスピルバーグの大体ね、35歳ぐらいまで、違うな、40近くまでかのですね、スピルバーグのやっぱ意識だったんですね。で、なのでですね、彼自身の子供時代をテーマにしたプライベート映画の ET のですね、その宇宙生物というのは絶対的に醜くなくてはダメなんですね。親友でライバルのジョージ・ルーカスですね。スター・ウォーズを作ったジョージ・ルーカスというのはスピルバーグがもう自分でも認める親友であったライバルなんですけども、そのジョージ・ルーカスが作ったですね、スター・ウォーズ低空の逆襲でヨーダというキャラクターが出てくるんですって。で、このヨーダというキャラクターを見たですね、スピルバーグがびっくりしたそうです。あいつすごい勇気があると。ヨーダって実はルーカスじゃないかと、ジョージ・ルーカスじゃないかというふうに驚いたんですね。小さくて醜いヨーダは小柄で、ジョージ・ルカスってね、今太ってから分かりにくいんですけど、やっぱ背が低いんですね。で、恥ずかしがりで声がろくに出ないんですよね。でそういう恥ずかしがりのジョージそのもので、なんか湿った沼だけの惑星に住んでて、一人だけで住んでると。でも最強のジェダイだっていうのは、もう本当に自信がなくて声が小さくて推しが弱いくせに、プライドだけはめちゃくちゃ高い。で、映画作らせたら俺より天才のジョージ・ルーカスと。
あれは彼そのものだと。で、その自分自身の姿をモンスターとして映画の中に登場させて最強のジェダイっていう設定にして、そしてルーク・スカイウォーカーを、導く存在として出したと。あそこまでのその自分自身の姿、自分がどう思ってるのかっていうのをカミングアウトできたっていうのはスピルバーグにとってすごいショックだったんですね。じゃあ自分も映画の中にちゃんと自分っていうのを出そうと。で考えてみたらですね、ジョーズ以降、スティーブン・スピルバーグの映画というのは、ずーっと評論家にですね、人間がかけてないというふうに言われたんですよ。で、これもう、スピルバーグ自身も認めてます。E.T. で僕は人間を描けるようになったっていうですね、はっきりインタビューで答えてるんですね。人間を描くのが怖かった。モンスターだったら描けるし、モンスターに襲われてる恐怖は描けるんだけども、その恐怖を感じている人間がどんな人なのかっていうのはどうしても描けない。だからジョーズを映画作った時に原作者とすごい揉めたのは、原作のジョーズはなんでニューヨークの警察官、警察署長があんな田舎町に来ることになったのか。で、彼の家庭はどのようになっていってるのかというのをふんだんに書かれてるんですけども、スピルバーグの映画ではそこ全部カットしてるんですね。スピルバーグはそれを書けないから、人間を書けないからです。で、それをですね、ジョージ・ルーカスがヨーダという形で自分自身を語ってるんだったら、じゃあ自分も映画の中に出そうと。母親しか愛せない醜い生物を出して、その母親しか愛せない醜い生物が映画が終わる頃にはみんなが好きになってるんですね。みんなが大好きになってるような映画を撮ってると。E.T. はそういう動機で始まった映画です。だからスピルバーグはその大予算のハリウッド映画ではなくて、秋から冬に公開されるこの時期を狙ったんですね。本当はこんな特撮が入っていて宇宙人が出てきて宇宙船が出てくるような映画だったら、特に子供が主人公ですよ。絶対に夏休み公開のはずなんですけれども、スピルバーグはそれを巧みにですね、プロデューサーたちと交渉して、秋公開というふうに持っていったんですね。夏休み公開じゃないというふうに持っていったか、かなり夏の後ろの方に持っていったんですけども、子供向けのですね、童話のような作品ですね、文芸作品のようなつもりで売るつもりだったんですよ。しかし、このスピルバーグのすごい小さい作品でプライベートで、スティーブン・スピルバーグもあんな予算かかってないけど、ちょっといい作品作れるんだねっていうふうに言われたかったんですけど、そのスピルバーグのですね、計画、目論見は徐々にですね、崩れていきます。で、主人公エリオット、彼もね、そのスピルバーグの分身なんですよね。両親の離婚に傷ついて、家庭の中でそのことが口に出せないタブーがあってですね。で、やかましい妹がいて苦労して学校で友達もいないですね。これもスピルバーグそのものなんですよ。後にインタビューでですね、スピルバーグが映画の天才だっていうことで、子供の頃から映画を撮っててすごいですって、もう小学校の時に8ミリ回して、中学校の時には16ミリで映画撮ってたんですって、やっぱり映像の天才だったんですねって言われた時に、ようやっと昔のことを語れるようになったスピルバーグはですね、あれは映画を撮るふりをしてたと。いや、実際に撮ってたんだけども、それは映画が好きだからではなくて、映画を撮ったふりをしていると、クラスの人気者の男の子とかが、クラスの人気者ってことは目立ちたがりだから、自分自身のアピールしてきて、俺もなんかその映画に出してくれよというふうに言ってきて、で、周りに人気者がいるように見えると。つまりクラス内の自分のステージが上がると。そのために映画を撮ってたんだというふうに言うんですね。でもそれでもスピルバーグはその8ミリ、16ミリ時代のその小学校から撮ってきた映画で徐々に技術を上げたのは本当なんですよ。それも本当に偶然天性の才能があったんですけども、もともとはそのクラス内のですね、自分が休み時間になったら友達もいない、一緒に帰る友達もいない、夏休みになってきたらもう本当にあまりに暇な時間がずっと続くっていうのをなんとかごまかすためにですね、映画に熱心に作っている映画に夢中のスティーブっていうようなふりをするために始めたそうです。で、エリオットもですね、このエリオット少年もですね、子供の頃のスピルバーグと同じく華奢な体ですね。あと、甲高い声。もうアメリカ人はもうやっぱり低くて男らしい声好きですから、甲高い声。で、友達もいなくてお兄ちゃんのおまけ的な存在というですね、本当にスピルバーグのですね、子供の頃そっくりです。で、このエリオット少年を演じたヘンリー・トーマスにですね、スピルバーグは結構ね、付きっきりで演技指導してるんですね。で、演技指導しているうちにですね、スピルバーグの気持ちがだんだん変わっていったそうです。プロデューサーのですね、キャスリン・ケネディは、
E.T. の制作中にスティーブは変わったっていうふうに証言してます。スピルバーグ自身もさっき話したように人間を撮ることが怖くなくなったっていうふうにメイキングで語ってます。もともとね、大人の顔を映さずに全部子供の目線で大人は腰から下しか登場しないはずだったのもですね、この予定もですね、大きく予定を外れ出しました。こういうふうに考えたのも予定外れ出しました。で、これまでのですね、スピルバーグ作品っていうのは、もうすべての作品ですね、絵コンテがめちゃくちゃ書いてたんですよね。ストーリーボード、アメリカのね、ハリウッドでいうとこのストーリーボードで、絵コンテみたいなものを精密に書くことによって、特撮シーンがですね、合理的にこうなってたり、あと、一つのシーンですね、まとめて撮れるわけですね。同じシーンがあったら、例えば同じ室内のシーンがあったらまとめて撮れる。特撮、宇宙船着陸するんだったら宇宙船のシーンまとめて撮れるというふうなことできるんですけどもですね、予算のかかるロケとかもストーリーボード、絵コンテを精密に書くことで予算管理できるんですけども、ところがですね、それもやっぱ欠点があって、撮影予定が最初から決まってるもんだから、今日はあれ撮る、明日はこれ撮る、来週はこれ撮ると全部決まってるので、なんか予定通りに動く監督になっちゃうんですよ。で、スピルバーグね、優秀だから、それで映画撮れちゃうし、ほとんどの映画それで撮ってきたんですね。しかし、E.T. ではですね、スピルバーグはですね、最低限のですね、コンテしか書いてません。最初 40% ぐらい書いたって言われたんですけど、実際はもっと書いてなかったそうなんですよ。ほとんど書かなかった。で、脚本もですね、メリッサ・マティスンが書いた脚本が決定校ではなくてですね、撮影現場に朝一番に来て、その日のセリフを朝書いたそうです。で、朝書いてスピルバーグにですね、カードの形で渡すと。そうするとスピルバーグはカードの形でもらって、それをポケットに入れて、今日はこのシーン撮るって言って、みんなにこう、話すそうですね。おまけに順撮りで撮ったそうです。順撮りっていうのはつまり、映画の頭から撮り始めて、お尻まで順番で撮るやつです。ハリウッド映画ってそんなことしないですよ。ハリウッド映画というのはさっきも話したように、合理的に一つのシーンまとめて撮るんですけども、そうじゃなくて、子供たちがこのストーリーの先を読まないようにですよね。出演している子供たちが、こっから先どういう風になるのかわからないように、あくまで頭からずーっと丁寧に撮っていったそうです。で、子供時代の撮り方そのものです。これスピルバーグの子供時代の撮り方そのものなんですよ。とにかく友達が欲しいから、毎日スティーブ今日は何撮るのっていう風に聞かれて、今日はって言って、その日撮ることをその日考えて、そして何とか撮って、で、その日のノリでこういう風に撮ろうっていう風に考えて、で、後で編集考えたそうなんですね。スピルバーグ自体、中学校、高校時代に撮った映画っていうのは、頭から撮っていって、今日はあいつが来てくれるから、今日はあの女の子が来てくれるからという理由で、とりあえず撮って、で、どんな映画になるのかわかんない。でもあれ、スティーブの頭の中には全部入ってるんだぜって友達言うんですけど、スティーブの頭の中にも入ってないんですよ。後で現像できた時、これどう繋げば、繋いだ俺天才で、お母さんがピアニストで金持ちなもんですからですね、子供の頃のスピルバーグ、街の映画館一軒一晩借り切ってですね、プレミア上映やったそうですね、自分の16ミリ映画の。で、赤絨毯敷いて、リムジンで乗り付けたそうですから。シングルマザーといっても結構金があった家なんですけどもですね。本当に子供の頃みたいな撮り方で、頭から順番にその日何撮るのか。で、実はそのストーリーも、脚本は完成してるんだけども、大予算の映画だったらこんなことできないです。大予算の映画だったら、保険会社がですね、映画のですね、例えば、7週間で撮影が終わるとか、8週間で撮影が終わるというふうに保険かかってるわけですね。で、撮影が8週間を超えたら保険会社がお金出すんですよ。ということは、撮影が現場に絶対保険会社の人が来て、今日はここまで撮った、明日はここまで撮った、全体でこれだけの尺だから、はい、7週間、8週間で収まりますっていうのを毎日のようにチェックする。これがハリウッドの大予算映画の当たり前なんですよ。ところがスピルバーグは1000万ドルの映画だから保険会社入ってないんですね。だから、シド・シャインバーグに出した脚本もですね、これ、後で変わりますというふうに言って、メリッサ・マティスンが朝コーヒー飲みながら書いて、はい、これって、今日の分を順取りしていくと、そんな作り方ができたのも、この予算が安いイコール保険会社が入らないとか、いろんなハリウッドの仕掛けっていうのを、どんどん外していくことで可能になったわけですね。
スピルバーグはですね、子供の頃のようなですね、映画を作れるように、作り方ができるようになったんですけども、映画の半ばですね、多分一番予定が変わったのが、お母さんのメアリーですね。このお母さんのメアリーが、娘ガーティに、絵本を読んであげるシーンがあるんですよ。もうベッドに入っていて、ガーティが入っていて、お母さんがですね、ピーターパンの絵本を読んであげるんですね。で、このシーンがですね、多分、E.T. を撮ってる最中で、一番のターニングポイントだと思います。ね。よいしょ。ピーターパンの代わりに、お母さんの読んでるストーリーなんですけども、ピーターパンの代わりに妖精のウェンディはですね、毒を飲んじゃうんですよ。で、毒を飲んで、ウェンディは死にかける。で、ガーティがですね、すごい心配するんです。ウェンディ死んじゃう、ウェンディ死んじゃうって心配すると、お母さんが絵本を読んで、子供たちが妖精を信じている限り、私は死なないんですっていうふうに言うと。ガーティ、あなた妖精を信じるわってガーティがですね、もう生意気なガーティってことだ信じるわって泣きそうになって言ったら、信じるんだったら、じゃあ拍手をしましょうって言って、二人がうわーってベッドで二人きりで拍手するんですね。で、そのシーンをですね、E.T. がクローゼットでじーっと見てるんですよ。お母さんの影なんですけども、クローゼットのシャッターみたいなものを開けて、E.T. がその二人をずっと見てるんですね。で、E.T. の見た目です。E.T. の見た目で、このクローゼットのシャッター越しにですね、お母さんとガーティが並んでて拍手してるシーンをですね、E.T. がですね、ずっと見てると。で、エリオットがですね、ここに入ってきて、クローゼットに入ってきて、何してんだと、さあ、準備しなきゃって言って、クローゼットのシャッターを閉じちゃうんですね。見えなくて閉じちゃうんですね。でも、エリオットが目を離した瞬間に E.T. はもう一回、この、シャッターを開けて、外を覗くんですね。お母さんとガーティの話をですね、一生懸命聞くんですよ。で、もともとその E.T. が宇宙船に乗り遅れることになった、乗れなかったようになった原因もですね、E.T. がその丘の上から見えるロサンゼルスの郊外の小さな町で、その夜景に夢中になっちゃったからなんですね。で、この映画の中では覗くとか見る、特に覗くですよね。っていうのは強い欲望の現れであり、憧れを象徴してるんですよ。全カットそうです。この映画の中で覗くとか、聞くとか、とりあえず誰かに気づかれないように見る、誰かに気づかれないように耳を澄ますというのは全て強い欲望、そして憧れっていうのを象徴しているシーンばかりなんですね。そういう文法で作られています。だから、クローゼットの中の E.T. が憧れたのは母親の愛情なんですよ。もちろん、植物性生物、野菜だからですね、母親という概念はないんですよ。ところが、E.T. はですね、エリオットと感情交流が始まってるんですね。E.T. エリオットとですね、一緒に暮らし始めた時からですね、エリオットと感情的な融合が起きて、エリオット自身も地球人のテレビを見てなんかわかるようになってくるし、エリオットはエリオットで E.T. の体調に変化があったら、それを自分自身の変化、E.T. がビール飲んで酔っ払ったら、エリオットは学校で酔っ払いっていう症状が出てしまう。こういう感情的な融合が起こってしまう。なので、エリオットにとっては当たり前なお母さんが大好きだ、お母さんに対する愛情っていうのを E.T. は自分の中にいきなり現れて、それが理解できないわけですね。ただ、だんだん自分の中で馴染んできて、徐々にですね、E.T. はエリオットのお母さんを何度もエリオットが気づかない時に盗み見るようになります。で、だからですね、ハロウィンで、お家から出発するシーンがあるんですけども、E.T. の被った布、E.T. がですね、なんかお化けのコスプレして、布被って、ここの目のところに穴だけ開いてるんですね。で、この穴開いてる目からですね、行ってらっしゃいっていうお母さんを覗くシーンがあるんですよ。これ、今回下からです。下からお母さんを舐めるように見てるんですね。これもちろん舐めるようにエロい視点ではないんですよ。E.T. はいつもエリオットのお母さんメアリーがどこにいるのかをついつい探してきて、そして自分の視界の中で、このお母さんの顔っていうのを最後に自分の目に焼き付けようとしてるんですって。これなんでかっていうと、このままですね、森に通信装置を仕掛けるわけですね。ハロウィンの夜に E.T. は森に通信装置を仕掛けて、宇宙船が迎えに来てくれたらそのまま乗って帰るつもりだったんですよ。だから最後にお母さんの顔を見たかったんですね。
お兄ちゃんとかですね、ガーティにはそんなことしないんですね、E.T. は。そうでなくて、このお母さんにだけ最後もう一目見たいという欲望を E.T. は映画の中でちゃんと出してるんですけど。で、だから E.T. は最後にお母さん、ママの顔、メアリーの顔をですね、見たかったんですね。しかし、そんな E.T. の気持ちにエリオットは全く気がついてないんですよ。いくら E.T. の中でお母さんに対する憧れっていうのが伸びてこようと、愛情が伸びてこようと、それはエリオットの心の中にはもうすでにあるもんだから、自分の中にすでにあるもんだから理解できないんですね。で、ハロウィンの夜ですね、エリオットと E.T. は森の空き地の中に通信装置を置きます。スピーク&スペルっていうおもちゃみたいなやつと、レコードとか、あとハンガーとかを組み合わせた簡単な機械を置きます。で、それで通信するんですけど、しかしですね、迎えは来ない。迎えは来なくてですね、夜が明けてエリオットは風邪をひいてしまいます。肺炎になっちゃうんですね。で、エリオットはそのまま家に帰って、E.T. 見つからなかったんですよ。で、家に帰って、で、お母さんがすごい熱って言って心配するんですよね。で、エリオットは E.T. 帰ってないのって言うと。帰ってない。で、マイケル、お兄ちゃんのマイケルにですね、E.T. を探してって、森の中で行方不明になったんだってことでお兄ちゃんはですね、自転車で猛ダッシュで森に行ってですね、E.T. を探します。E.T. ですね、見つかるんですけど、川辺でですね、もう本当に真っ白になって死にかけたようにですね、横になってですね、E.T. が見つかります。川辺で死にかけてですね。で、お兄ちゃんがやっとE.T. を見つけるんですけどもですね。ちょっと僕、不謹慎ながら笑っちゃったのは、E.T. 川で死にかけてる時、アライグマが E.T. 食おうとしてたんですよね。で、E.T. 食われかけてやんのっていうふうに、ちょっとおかしかったですけど、いいです。で、マイケルはですね、この E.T. をですね、なんとか、連れて帰ります。その時にもですね、ヘリコプターが上に来てですね、政府の男たちに E.T. が見つかったのが明らかになっていくんですけどですね。で、マイケルは、E.T. をですね、なんとかバスルームに連れて行きます。で、そこにですね、お母さん連れてくるんですね。で、お母さんにですね、何なのって言ったら、マイケル、お兄ちゃんがですね、お母さんを2階に連れてきて、バスルームの前に連れてきて、ドアを開ける前に、絶対に約束して、誰にも言わない、秘密を守るって、ママお願い、とにかく約束してって言うんですけども、お母さんは何のことかわかんないんですね。で、お兄ちゃんマイケルは諦めてドアを開けます。そうするとですね、そこにですね、死にかけた、E.T. とエリオットが倒れてるわけですね。このシーンです。で、もう真っ白になって死にかけた E.T. は手を伸ばしてママって言うんですね。これも E.T. が言うべきセリフじゃないんですけども、この時に E.T. が考えているのは、この人だったら自分を助けてくれるんじゃないかと思って、最後ママっていうふうにすがるんですけども、それを言われた時のメアリーの表情がこれです。完全 100% 拒絶の表情なんですね。自分の息子を今、怖い目に合わせている気持ちの悪い生き物が目の前にいるということで、100% 拒絶の視線で見ちゃうんですね。で、メアリーにもともと一番最初に憧れた時にメアリーは一体何を言ってたのかっていうと、自分の娘ガーティに向かってピーターパン読んでたんですね。妖精が死にかけてると。妖精を信じてる時に、でも妖精を信じてる人がいる限り妖精は死なないわ。ガーティあなたは妖精を信じるわ。じゃあ拍手しましょうというふうに言ったんですよ。でもお母さんは信じなかったんですね。E.T. の存在というのを 100% 拒否してしまった。それはもちろん、その自分の息子が目の前で既得状態で死にかけていて、で、それの原因であろうものが気持ち悪いものが横に出てるから、とにかくマイケル、ガーティを連れて外に出なさいって言って、自分はエリオットを抱えて、その助けを求めている E.T. を捨てて逃げちゃうんですよね。だから、妖精を信じないから E.T. は死んだんですよ。簡単に言うと。これも映画の中のセリフでちゃんと韻を踏んでるわけですね。妖精を信じないと、信じたら生きれる。でも信じないと妖精は死んでしまうというのがあって、ここで母親に拒絶されたから E.T. は死ぬんですよ。決してですね、物理的な薬がとかですね、地球の風土がとか、それが原因じゃないんですよ。その証拠に E.T. は宇宙船から連絡があった瞬間に E.T. お家に電話できたって言ってめっちゃ元気になってですね。で、周りの反応を一斉に先立つぐらいでですね。実は、動物の僕らはもちろんメンタルもあるんですけど、主にフィジカルで生きたり死んだりするじゃないですか。病気で死んだり、毒で死んだりですね。栄養不足で死んだりするんですけども、ところがですね、それと全く存在の違う E.T. っていうのは、物理的なものではあまり
怪我を受けないと。それどころか、怪我したものを治す力まで持ってますから。そうじゃなくてメンタルで死ぬんですね。メンタル、絶望で死ぬんですよ。E.T. っていうのは。で、最初に戻って繰り返しますけども、スティーブン・スピルバーグはなんで E.T. をこんな醜い存在にしたのかっていうと、母親しか愛せない醜い生き物として作ったわけですよね。で、このシーンはその母親にしか愛せない生き物が母親に拒絶されるっていうシーンなんですよ。ここを撮りたかったわけですよ、スピルバーグは。なんか、そのスピルバーグ自身が考えている絶望感というか、孤独感っていうのは、E.T. がみんなに愛される話じゃないんですよ。まず一回、母親にしか愛せないはずのそういう生物なのが、母親にすら拒絶されるという。この絶望を通り抜けてのもう一回復活っていうのを書く。そこがやりたかったわけです。だから僕ら見てるときに、あのシーン、バスルームの中の白くなってる E.T. が手を伸ばして、ママって言って手を伸ばしてるシーンを見て、ものすごい心が動くんですけども、なんで動いてるのかよくわかんないんですね。それは、そのスピルバーグが映像でだけ語ってるからなんですよ。なんかE.T. を殺した犯人は、前半で言ったのですね、エリオットの母親としてですね、明らかに書いているというのがこの映画の面白いところです。でもちろんですね、メアリーはこれに気がついてないんですね。メアリーは自分がこの生物を殺したということに気がついてないんですよ。でも、エリオットと E.T. は気がついてるんですよ。だから、ラストシーンですね。E.T. のラストシーンって、エリオットはですね、妹ガーティにもお兄ちゃんマイケルにもですね、丁寧に別れを告げるのに、もうメアリーに視線すら向けないんですよ。あんなに最後の一回だと思って、お母さんどこにいるんだろうと思って探して、で、この布の穴から見ていたお母さんに、ラストシーン、もう一回見てください。E.T. 一回も視線向けません。それぐらいもう、母親のことはですね、諦めてるというかですね、もうなんかこう、心が離れちゃったんですね。だから、E.T. は E.T. で、心が傷ついて地球から去っていくっていうのを抑えて書いてるんですよ。で、エリオットもその E.T. の気持ちがもうわかるようになってると。で、お父さん、もう離婚していなくなってるお母さん、自分が大事にしなくちゃいけないお母さんっていう環境だから、エリオットは大人になれなかったんですね。離婚を引きずるっていうのはそういうことなんですよ。そうじゃなくて、お母さんは自分が大好きな E.T. を殺すような目に遭わせた。でも一緒に暮らしていこう。お父さんは自分を捨ててメキシコに行ってしまった。でも、それは自分のお父さんとしてそういうことは認めようと。この二つを認めない限り、エリオット少年の成長はないんですよ。ここを描くのが E.T. のポイントなんですけどもです。もう金曜ロードショーであそこまでカットしたらもうわかんないんですよね。で、ラストです。これね、E.T. のラスト別れのシーンです。E.T. はですね、ラストでですね、どうしようかな、これ。ちょっとこっちはやると分かりにくくなるから後でにしよう。ラストシーンですね。E.T. はエリオットにですね、カムって言うんですね。おいでっていうふうに翻訳されてるんですけど、カムっていうふうに言うんですよ。おいでっていうふうに宇宙船に誘うんですよ。で、エリオットはしかし、stay、残るっていうふうに答えるんですね。僕は残るよっていうふうに答えると。で、なんでかっていうと、ここで言っちゃうと、父親と同じになっちゃうんですね。エリオットの父親は、家族を捨ててメキシコに行ったんですよ。だから、そういう父親のような存在にはならないですね。映画の途中のエリオットはお父さんのシャツをやって、匂いを嗅いでシーブリーズだってコロンを当てると。お兄ちゃんにずっと僕の方がお父さんが好きだったんだって、お父さん大好きっ子、お父さんの遺伝子の黒い髪の毛を持ってるんですけども、そのエリオットが僕はお父さんのようにはならないよっていうことがやっぱラストで必要だった。だから E.T. はカムって言って、エリオットはステイっていうふうに言うんですね。で、もう一つ、カムとステイですね。もっと大きな意味があるんですけど、そっちはもうテーマに関わることだから限定で話します。
お疲れ様でしたですね。岡田敏夫のですね、大人のための ET 講座、無料部分はここまでです。感想はハッシュタグ岡田敏夫ゼミで、ツイートするかですね、もしくは専用の投稿フォームがありますのでですね、その専用投稿フォームの方に書いてください。基本的に僕はお便りとかは全部目を通してですね、で、面白いお便りにはゼミ内で、返事します。ゼミで採用されたお便りにはですね、ステッカープレゼントしています。さてですね、ここから先の限定ゼミではですね、この最初に話した謎のシーンですね。この、テレビ版ではカットされたんですけども、なぜキーズがですね、このマイケルとエリオットの会話を盗み聞きしてるのかですね。これ ET の本当のテーマにつながると思います。あともう一つですね、さっきちょっと見せたんですけども、ET がですね、3人の兄弟にそれぞれ別れのセリフを言うと。この別れのセリフの内容が ET のですね、テーマになっているとですね、というですね、まあ真面目な話もあるんですけども、あとですね、このグリーンプラネットというですね、スティーブン・スピルバーグ自身がアイデアを出して小説家に書かせた ET の続編小説というですね、まあ、もう今のうち言っちゃいますけど、とんでもなくつまんない小説があるんですけどもですね、の話とか、あとUSJ の不思議な ET アトラクション、あれ一体何だったんだスピルバーグの知らないところであんなの作ったんかいや、違うんですよ。あれ、スピルバーグの肝入りで、スピルバーグのアイデアで作ったアトラクションですけど、なんであんなことになったのか、そういうふうな話をしようと思います。それではですね、ここら辺で限定に切り替え、大丈夫ですか？はい。はい、じゃあ限定に切り替えお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。